韓国ソウル地下鉄チュンムロ駅。着いた着いた。やはり映画の街といえばここ。さて今日行くところはこっちやな。じゃあアクション。この辺もまだまだおもろい店多いからな。もっと知りたい街でもある。こんな大きな何かが見える。남산골한옥마을。こんなあったんや。ソウルの中心部にある無料で入れる韓屋村。韓服着てる外国人がいっぱい。スーツ着てんの俺しかおらん。せっかくやから入ってみよ。よいしょっと。ぴょん。びっくりした。俺のジャンプにびっくりして鳩が飛んでいった。まあ逆に鳩もびっくりしたんか。中に入ってみると、うわー、こんな広いの。ちょっと見てみると外国人には日本語、英語、中国語でガイドしてくれるらしいわ。しかも無料やって。なんか宣伝みたいになってもたらお金もらってませんよ。うわ、池みたいなのもあってカモもおる。ちょっとこっちおいでよ。いや急に逃げすぎや。いやもう俺全然好かれへんやん。鳩、カモ。俺も鳥年やねんけど。うわ、またなんかある。やっぱ観光地やからこういうの多いねやろな。名前わからんこの顔入れるパネル。これ子供やな。まあこの年頃やからな。こういう感じやろ。で次はお姉ちゃんかな。そんな弟見て笑ってると。で次はお母さん。まあちょっと呆れた感じなんかな。でその理由はお父さん。昼間から酔っ払ってるからや。俺みたいやんか。中は広い公園みたいになってて桜も咲いてる。この動画流れてる頃はもう桜散ってると思うけど、桜は見れる時期が短いからこそ美しい。こんな場所あるなんて知らんかった。まあとりあえず俺は今日の目的地へ向かう。再びぴょん。今度は韓服着てきたいな。今日行く店はこっちや。まっすぐまっすぐ。向こう側に見えるカーボーイ豚ちゃんが気になる。なんやこれ。外国人サポートセンター We Together。 一応こう見えて俺外国人なんよね。この国ではサポートしてもらいたいこといっぱいあんねんけど、ここなんほんまに。これでも正直な話言うとよく聞かれんねんけど、韓国で困ってることなんてもうほぼほぼないよ。だって俺も韓国に15年住んでて、ご飯俺はサポートよりも愛をもらってますから。着いた。早くもっこし。そう今日のメニューはチュクミ。店頭には写真入りでメニューも書いてる。この日本語じゃまあ伝わらんとは思うけど、そういうところがちょっと老舗感はあるよね。そんな1976年創業のチュクミのお店に入店です。こちらのメニュー、実質メニューは3種類。上からチュクミ2人前、盛り合わせ2人前、そして平木の貝柱。あとはチャーハンあるけどこれデザートやからな。そしてなんとこの店ミシュランに何回か選ばれてるお店。チュクミでミシュラン、興味深いな。テーブルは俺の心みたいにぽっかり空いてる。でタコちゃん、あれでもこれイイダコではないよね。これ多分たこ焼き屋のやつやで。鉢巻きあるし。俺も鉢巻き巻いてるかのように気合を入れて注文していく。저기 주문해도 돼요? 네, 하죠. 뭐든 하나 주시고요. 그리고 진로 하나 주세요. 한번 전달. 食べる準備していこう思って服脱いでたら早速基本のおかず用意してくれた。 감사합니다. そんな出してくれた基本のおかずはもやしスープ、キムチ、そしてサンチュと唐辛子、それにニンニクとサムジャン。穴が開いた心に炎が入る。そして来た。お、向こうも飲んでるやんと思いながらぐる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 。やっぱこの料理にはソジュは欠かされへんで。ローリングついでいこう思ったら、なんやこれ。焼酎グラス一個一個紙に包まれてる。これ一個一個やの手間やからな。そういうところからも感じる営業スタイル。ちょっとポッケあれへんわ俺。ハンカチーフにできひんかったわ。ガマちゃん迎える準備しよう思ってたのに。とりあえず店内に漂うチュクミのヤンニョムの匂いを感じながら一杯。花見酒。気づいた頃には潰れ酒。ありがとうございます。もういつ来ても OK ですよなんて思ってたらすぐ出てきた。
店員さんがおっしゃるにはまずは平木の貝柱を乗せろと。1枚2枚そして3枚。あ、なんかこうやって乗せたら綺麗やな。じゃあもう1枚。まだ空間あるし、こいつも飯田子もこのトングでいっぱい、いや持てるだけ網の上に優しく置いて、おいちょいや、そんな三な口ちゃうねんか。でこう広げてあげてと。でおまけ。とりあえずはこんなもんでええやろ。とりあえずおかず食べよう思たら、これはあかん。ひっくり返さんと焦げてまうで。いやー、ええ色なってきてるやんか。平木の貝柱の方が先に火通ってしまうけど、飯田子も裏返したろ。よし、まあ少し時間かかるやろ。その間に焼酎入れた口にはキムチを掴んだからには食べるけど、あかん。かなり忙しいで今日は。長く同じ位置に置いてるとそこだけ焦げてまうから、ちょっとずつ体勢変えてやらなあかん。飯田子よりも気をつけてあげなあかんのがこの平木の貝柱。すぐに火が通る。店員さんにもさっきこっち食べてって言われたから、まず2枚掴む。はよ食べたくてトングのままフーフーしてもうたけど、まずはお皿にのせて再会のキスかのようなフーフー。そのままパクリ。2つも入れてもうたのに溶けてしまうほど柔らかい。これは焼酎に合うでなんて思ってたら、あーやばい。やはりヤンニョムがついてるから様子を見ながらしっかりと育ててあげなあかん。少し端に寄せてダブルチュクミ。今日から俺の唇はチュクミやでっていうぐらいフーフー。ほぼ一体感。そして一口。唇が一体化しただけではなく、今から俺自身がチュクミになろうとしてるんや。まず最初に感じるのはこの食感。飯田子のシコシコ感よりもプリプリ感が強い。そしてこのヤンニョム、見た目はこんな刺激的やのにそこまで刺激的でもない。辛いっちゃ辛いけど火吹くほどでもないしな。これは 100% これ。ここのチュクミはもうガマちゃんと長い付き合いあるで絶対。一杯飲んでまたすぐ2切れ。これ酒なしで食べれる？ちなみに横に日本人カップルの方がいらっしゃって、旅行中やからと思うけどコーラ飲んではった。一杯ついでやろうかな思ったで。前半から飛ばしたらあかんから俺も小休憩。こんなシンプルなもやしスープでも、もやしが口から少し出てても体全体で癒されてまう。次はサンチュ。またダブルシステム。熱い。ガマちゃんとは仲良くするくせに俺とは仲良くしてくれ。サンチュの上にチュクミ、ギュッ。そしてニンニク、サムジャンにしっかりつけてあげ、一緒になりたいんやという気持ちで巻かれていく。そして大きくパクリ。生ニンニクの強めの香ばしさとヤンニョムの甘辛さがミックスされていく。寂しくなった網の上に第2弾。ちなみに網ちょっとずれてんねんけど、これはずらしてほしいって言われた。ヤンニョムやからすぐ焦げてしまうから、2回目焼くときは焦げ付きのない方で焼いていくらしい。なるほどね。第2弾を先に乗せてから第1弾の残りをつかむ。これが先を見る力。チュクミと平木の貝柱を一緒にパクリ。鼻の穴が広がるほど冷たい空気が必要。ヤンニョムは一緒やのに素材の持ってる味が違うから、これはこれでまた違う感覚。焼酎が進むアンジュというのはこういうことを指すんやろな。第1弾よりも火力が落ち着いてリラックスして焼けるようになってきた。店の雰囲気も老舗っぽくて、そりゃお客さん多いよななんて思ってたら、ふと目につくこのお方、歌手のイム・ヨンウンさん。そういやこの店壁がなんか華やかやな思ってたんよ。ここにもそして俺の後ろにもずっとおったんや。びっくりするやん。こそっと店員さんに聞いたら社長さんが大ファンやねんて。韓国国内では BTS を超えてるなんて話もよく聞くからな。社長さんこんな大繁盛な店やられてるし、もう損得やな損得。次は平木の貝柱をサンチュに乗せる。そして再びのニンニク、しっかりとサムジャンにつけてあげ、上から急降下、ピャン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 。それも大きく一口。俺の口はサンチュの産地。こうやってね、ちょっと目を離すとすぐ焦げてしまうから、すかさずパクリ。キムチを間に挟みながらまたチュクミに戻ってくる。帰宅したチュクミから漏れるため息。ガマちゃんも帰宅。ちゃんと準備しとかな。準備不足は失敗のもと。最高。このチュクミよう見たら水が溜まってる。膝に水溜まったらあかんけど、ここに水溜まんのは大歓迎やで。チュチュッと飲んでエキスを感じながらそのままパクリ。もう俺が泳いでるような気分。もうあとこんだけしか残ってへんのか。額から汗が流れるぐらい一生懸命食べてきた。
まだ食べるけど、このヤンニョムの適度な辛さが癖になんでテンション上がってこっちも食べる。ほら、この音聞くとマジで生き返る。もう一度聞きたい。そのまま尻尾の方、尻尾、これ頭、どっちや。とにかく前歯でカリカリしていく。やってもうた。カリカリ言うてる場合ちゃうでも焦げてまうやんか。そうなったら乳首のように丸まって反省せなあかん。ほんとこのお店ブレイクタイムがないからかひっきりなしにお客さんが入ってくる。もちろんメインの乳首を食べに来てはる人多いねんけど、お酒が乗ってないテーブルもほぼない。アンジュの王様的な雰囲気がある。乳首の店って嘘みたいに辛い店とかあるけど、ここはほんまにちょうどええ辛さ。ちなみに参考までに言っておくと、さっき隣に座ってた日本人カップルの男性の方は辛いと言ってましたまあそうやろな。女性の方は美味しいって言ってたけどね。食べたら自動的に手が伸びるガマちゃん。飲んだ後には自動的に手が伸びるチュちゃん。あまりリズム良くないなこれ。ここから俺はとてつもない行動に出る。 乳首하나만 주세요.正式にはチューやったんか。あ、1個残ってるわ。さあ来いチュー、ラッツ。あ、びっくりした。こう横から静かにいかなあかん。炭の爆発力なめたらあかんからなって思ってたら来た。早っ。運ばれてきて、あれこれ2人前よりも多くないなんて思ってんけど、これ2つ頼んだら乳首2人前よりも高なんのか。じゃあそういうことか。2人前頼む人多いもんな。1人で3人前食べるやつなんかおらんしな。じゃあ早速網も書いてくれたし、その上に置いていく。これはちょっとした追加やから、もうここは豪快に乳首の真似をして俺も踊る。そんなことしてんと裏返さな。目は離さずにもやしスープ。もう全部入れてね。海はまだまだ広いんや。このヤンニョムもできる限り入れていこう。再びうまそうな匂いが立ち上る。それを体いっぱい吸い込んでいく。トングについたこのヤンニョムもおつまみになんで。最初に入れた第1弾は OK。 やっぱりこのプリプリ感は癖になんな。再び聞きたくなってきたコチュの音。一般的な乳首専門店に行くと鍋のような鉄板の上でヤンニョムと絡めて炒めるなんていうスタイルが多いけど、炭の上に網を置いて直接焼く乳首プルコギは乳首の歯ごたえがダイレクトに伝わるような気がする。なんだかんだで2周目も一瞬で食べ終わった。言うてもイイダコだけやからな。じゃあ食べとかなあかんやろデザート。볶음밥 하나만 주세요. 알겠습니다. 잠깐만요. これだけ食べさせて。あんにゃん。それ持っていくんや。そうか、チャーハンってどうやって出てくるの。普通やったら鉄板の上で焼いてくれるけど網やもんな。まあとりあえずパクリ。こうやって出てくんねや。一緒に出てきた天ジャンチゲ、もやしの和え物にカッキムチ。これがチャーハン。最初値段見てびっくりしてんけど、そう乳首が入ってるからこの値段。ほらほら、おるやんおるやん。じゃあその周辺を一すくい。感じに乳首が頂点におる。今日のお前はナンバーワンや。そして一口。うわ、これ乳首に負けへんぐらいの美味しさ。ご飯食べたらすぐ手は汁物。豆腐を一口口に入れるだけでなんでこんな落ち着くんや。家で豆腐食べてもこんなんなれへんで。もやしの和え物も下から獲物を狙うようにキャッチ。正直このチャーハン、この店ではデザートとして食べてるけど、これ普通の食堂で一品メニューとしてあっても何らおかしくない感じの味やねんけど。カッキムチも掴んでいく。俺カッキムチも好きやからな。口を引き締め山頂2枚掴んだ先から撫でてやる。もうだいぶ少なくなってきてしまった。ガツンと1スプーン、さらにもう1スプーンガツンと。さっきまでの勢いはなくなり、これ入るんか。あかんかもこれ。ネバーギブアップ。乳首の頭のように縦に長く一口。いやちょっと待って、口の中で歯と歯が当たらんねんけど。ちょっと減ってきたタイミングでシャキシャキ感を追加。そして汁物で平常運転に戻っていく。最後は皿を持ち上げ、俺がご飯に近づいていってるのか、ご飯が俺に近づいてきてるのかわからないけどパクリ。まだまだ海苔の風味も感じながらパクリ。最後は吸引力全開で完食していく。さてそろそろこいつも最後の一杯ぐらいになってきた。一食事一ガマちゃん。乳首とは相性抜群だから最後の一滴まで。
ほんまこういう雰囲気で炭で焼かれたチュクミは最高やった。本日最後の一杯。イム・ヨンウンさんのポスターがめちゃくちゃ貼られてるけど、それと同じぐらい貼られてるのがテイクアウトできます。テイクアウトできます。テイクアウトってあれ、途中で切れてるやん。これでも家で作っても絶対うまいはず。チュンムロ駅にあるミシュランにも選ばれる老舗のチュクミ専門店。最後の最後まで見送ってくださるイム・ヨンウンさん。炭で焼いて食べるチュクミなんてあんまり食べたことなかったから大満足や。俺もちょっと真似してみた。これ社長に怒られんね。ゴルフ練習場、ジム。ああ、そうか。最近俺全然運動してへんわ。このままやったらカーボーイ豚ちゃんになってまう可能性はあるわな。俺は馬に乗るんじゃなくて馬に引きずられてまうでなんて思いながら今日の食物語はこれでおしまい。チャルモゴすみだ。